はい、クロスタウン森田隼人です。よろしくお願いします。牛肉を使った生姜焼きをご紹介いたします。この生姜焼きは牛肉を使っていて、牛肉の香りと食感を残しながら、玉ねぎと生姜と人参、これも食感と香りを残して、最後に決め手がバターです。この3つを楽しんでください。使っていただきたい牛肉はですね、市販されております赤身のお肉、それから今日はちょっとだけいいロースですね、もうご用意させていただいております。合わせてお野菜なんですけれども、とってもシンプルですね。玉ねぎ、それから人参、で、生姜、で、ニンニクですね。いい香り。ニンニクってなんでこんなにいい香りなんでしょうね。玉ねぎ4分の1、今回使いますね。玉ねぎはですね、丁寧に皮むいてあげてください。で、この、ちょっとね、色変わってるところあるじゃないですか。ここは食感残るんで、硬くなるんで、ここちゃんと取ってあげるのすごい大事です。玉ねぎさん、自分の体を守ろうとして、だんだん硬くなってくれるんですけれどもね。この部分いらないんで落としていきます。人参もですね、短冊ぐらいです。人参は少し食感が残りますんで、食感も残しながら炒めていきたいと思います。火加減はですね、中火ぐらいからいきましょう。いい音ですね。玉ねぎは火を入れていくとですね、辛みが飛んで甘みに変性が変わっていきます。決して焦がすことなくですね、水分も出てきますんで、いい香り。ここに人参も入れてあげましょう。時間の兼ね合い的に玉ねぎの方がですね、ホロホロしてくるんで、人参は食感を残してあげたいのと甘みが欲しいので、ここら辺で一回ちょっと弱火に戻してあげますね。ここからじわじわと人参はですね、ここから水分が樹液のように出てきますんで、樹液に出てくるような水分を取ってあげるというね。で、みりんですね。お酒少々ですね。で、アルコール飛ばしてあげます。で、少し詰めてあげます。お醤油 10g です。で、生姜ですね。お好みで、好きであればですね、ちょっとスライスしたやつも入れてあげていただいてもいいと思います。で、ニンニク少々ですね。お肉入れます。最後はもう強火でサクッと炙ってあげてください。炒めてあげる。で、お肉の色がですね、半分ぐらい変わってきたらバター1かけです。で、野菜との合わせ方もすごい美味しいので、最後出来上がった時の色味ですね、ほんのり少し赤みが残るような感覚ですね。すごい綺麗ですよね。レタスですね。よいしょ。芯抜いてあげて、レタスの綺麗なとこ使いましょう。バターの香りね。照り出ますから、バターは。少しほんのり、このお肉のレア加減。美しい。ものすごく簡単ですね。もうレタスを器にしてあげて、この色味とともにですね、ぜひ今日家庭でも作っていただけたらなと思います。こちらで完成です。